ご理解第5節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨てであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心なり。自己満足的な信心から神も立ち行き、氏子も立ち行き、喜び合い満足し合える世界にまで発展できる道が金光大臣によって生き生きと開かれた。この方が祈るところは天地金の神と一心なりと仰せられる金光大臣の御取り次ぎによる生きた天地の働きをそこに集中して巡りを立ち、おかげを授けてくださる働きとはなったのであります。このミニご理解の冒頭にあります。自己満足的な信心から神も立ち行き、氏子も立ち行き、喜び合い満足し合える世界とあります。いわゆるこれは師匠が教えてくださるところの愛楽世界。神様と私どもとが愛、拝み合い、楽しみ合う世界。その愛楽世界、権限というのでしょうか。その神様と私どもとが愛、拝み合う、そして楽しみ合う、そういう世界に住まわせていただくことを目指しての信心でなければならないということだと思いますね。ここ数日私の中でいわゆる天地書きつけの色が少し薄くなってきております。特に天地書きつけの中でもスポットライトを浴びるところはおかげは我が心にありというところだと思います。その普通でいうところのおかげ、いわゆるご利益というものでしょうか。その普通に聞けばおかげは我が心にあり、ご利益は我が心にありといただくのが普通だと思います。おそらく教祖様のそのご時代におかげというとやはりご利益ということだったと思いますね。そういう意味においてはおかげは我が心にあるぞと、ご利益をいただきたいと思うなら我が心になれよと、嫁姑の間で問題がある、あるいは村内なら村内の争いがある、お百姓さんが多かったことでしょうから水の問題などもあったのだろうと思いますね。田んぼの土地の何と言いましょうかね、取り合いといったような教会の問題もやはりあったことでしょうし、さまざまな病気の問題もあったことでしょう。なるほど、そういういわゆる問題を解決するおかげをいただく、そのためにはその我が心になる、和らぎ喜ぶ我が心になったらそういう問題も解決するのだというようなことは割と想像できるのですけれども、現代においてその我が心果たしてどれほどの効果があるのだろうかと。なるほど、病気になった、その病気を我が心でいただいた、そしたら治ったという、そういうご利益はあるかもしれません。
また人間関係でのことはなるほど効果があるのかもしれません。しかし例えば大学へ、あそこの大学へ受かりたい、受験をしている。我が心になったら大学に合格するのか。また今パンデミックで新型コロナウイルスのワクチンを開発されております。その我が心を和らぎ喜ぶ我が心になったらワクチンが開発されるのか。開発したい。ワクチンを一日も早く作りたい。我が心になったら一日も早くそれがワクチンができるのか。そういうご利益をいただけれるのか。と突き詰められると私も答えが出てきません。なるほど、我が心で病気は治るかもしれない。人間関係は良くなるかもしれない。しかしその我が心になったから大学に合格したとか、我が心になったら新型コロナワクチンが開発されるのか。そういうことに関しては少しさあどうかなと確信が持てません。なるほど、人間関係のことであったり自然界に起こることであったりするものには和らぎ喜ぶ我が心と言えるのかもしれませんけれども、社会問題、さまざまな問題がありますね。それを和らぎ喜ぶ我が心になればおかげがいただけれるのか、ご利益がいただけれるのか、我が心になればお金儲けができるのかと言われると正直私も分かりません。そしてまたその我が心というものがいわゆる普通に聞くところの我が心、ご利益は我が心にありと言えるような意味においてのそういうご利益をいただきたい、おかげをいただきたいから我が心になろうとする。この大学に合格したいですと。ここの会社に就職したいです。それなら我が心になりなさい。我が心になったら大学に合格します。我が心になったらその会社に就職ができます。とは確信を持って言えませんね。ということはその我が心というものがどういう分野において効果があるのか、効力があるのか、よくわからないのですね。よくわからないものを人様に勧めるわけには参りません。ですからそのおかげを求めてくる人、ある種のおかげを求めてくる人にはおかげは我が心にありだと天地書きつけが効力があるかもしれません。しかし天地書きつけが効力が認められない、ありそうにもないなと思える分野もやはりあるわけですね。またそのご利益を求めない人にとっては天地書きつけがあまり意味がないわけです。今日は私はこちらの方のにおいて色が薄れてきているわけですね。それはおかげを欲しいと思わない、ご利益が欲しいとは思わない。人にとってはおかげは我が心にありと言われてもいらないわけです。
おかげを別に欲しいと思わないわけですから。おかげが欲しい、ご利益が欲しいという人には、おかげは我が心にありが魅力的に映るかもしれませんけれども、もうおかげなどはいらないと、ご利益はいらないという人にはあまり魅力がないわけですね。師匠が、あれはどこでしたか、我ただ樽を知るですか。手洗いの石にそう書いてあるそうですね。これは定観だと言われましたが、定観ではなく純粋に我ただ樽を知っている人にとってはもうそれ以上必要ないわけですから、おかげは我が心にありと言われても、もうそれ以上のおかげをいらないという人には、この天地書きつけがあまり魅力がないわけですね。師匠が、あるいは本当の意味においての、何と言いましょうかね、この天地書きつけが意義あるものとなるためには、その我が心というものが、おかげがあるから我が心を求めるという世界から脱却して、我が心そのものを求める世界、こんな心がイライラしていたのではいけないと、いわゆる真実の助かりの世界、いついかなる時でも和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう心を求める人、求めなければならないというのでしょうか。そこに人間の真の助かりがあるのだと。私どもの願いが叶うということではない。ご利益をいただくことが助かることではない。いつどういう中にあっても和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう心を持ちたいと願う。そこに初めてその和らぎ喜ぶ我が心、それがおかげなのだという世界を求めなければならない。そこに焦点が移ってこなければ、普通の意味においてのおかげは我が心にありというものは、それほど魅力がないということになりますね。どうでもおかげがあるから我が心を求めるのだという求め方ではなく、和らぎ喜ぶ我が心そのものを求めての信心。おかげがあろうがなかろうが、そんなのは関係ないのだ。ただただ我が心を求めるのだ。という信心に移っていかなければ意味がないように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。